この映像はアメリカ・カリフォルニア州で開かれた一人の女の裁判風景を捉えたものです。 David, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. 法廷で失神してしまった女はまさか自分が罪に問われるとは思っていなかったんです。2016年9月1日、アメリカ・カリフォルニア州カールスバッド、自宅近くの射撃場を訪れていたその女はダイアナ・ラブジョイ、一児の母、パーソナルトレーナー、料理系 YouTuber と多彩な肩書きを持つ活動的な人物でした。そんなダイアナが最近護身の一環で始めたのが銃の射撃訓練。ただ銃を構える彼女は趣味に興じているにしてはやけに険しい表情を浮かべていました。数発の弾丸を放った後、銃を下ろしたダイアナ。彼女は隣にいたコーチに言いました。元軍人のあなたにお願いするわ。夫を殺して。元軍人の男に夫の殺害を依頼した女。法廷で失神した彼女が犯した取り返しのつかない犯行とは。最悪の殺人計画を企てたその女は本気で無実を信じていたんです。おそすけんちゃんです。やみんこんです。この季節といえばですよ。あなた、何が食べたくなる季節ですか？この季節？スイカ。あなたオーストラリアかなんかで生まれたの。白子。白子ポン酢だ。そう、ポン酢じゃなくていいんですけど、昨日ちょうどね、白子の炙りと白子の天ぷらとかを食べたんだけど、美味しいわね、もう。白子の天ぷら最高だよ。ね。あと白子のアヒージョも最高だ。全然知ってるじゃない、白子ポン酢以外に。白子がもう神だからね。そう、あと牡蠣よ。牡蠣ね。食べた？今シーズン白子か牡蠣食べたんだ。牡蠣はたまに食べますね。牡蠣フライとかね。地元の近くにこじゃれたオイスターバーみたいなとこあって。大体オイスターバーってこじゃれてるでしょ。そこで食べてます。ああ、そうなの。でも生牡蠣より私牡蠣フライの方が好きなんだけど。わからない？それはわかんない。生牡蠣が好きなの？生牡蠣が好き。私なんか牡蠣フライとか火を通した方が美味しい派なのよね、牡蠣。マジで？それ多分、美味しい牡蠣まだ食べれてない。それは。マジで。いや、本当に。牡蠣の食べ比べとか。まあまあ、臭みのない牡蠣はね。レモンかけてこうやって。でも確かになんかちょっと臭い生牡蠣を食べた記憶が残ってんのかもしれないもんね。多分そうだよ。ありがとう。じゃあ生牡蠣派にします、私。いや、違う。あ、違う。それでってとこじゃないんだ。事実を知らないのに派閥変えれるんだ。平気で。じゃあ連れてって。いや、嫌です。なんやねん。今回はアメリカ・カリフォルニア州で起きた事件をご紹介します。この事件の犯人は法廷で判決を聞いて失神したことで話題になったんです。法廷で失神したのってなかなか聞いたこともないんだけどさ、それぐらい予想外の判決が出たってことなの？まあ本人にとってはね、そうなんですよ。自分でね、殺人企てておきながらね、自分は無実だって信じ込んでたんですよ。で、なんでね、そんななんかイカれた論理がまかり通るのかっていうことなんですけれども、これね、ぜひね、彼女の思惑っていうのを皆さんも想像しながら動画を見ていただければと思います。法廷で自身の罪を断じられ失神したその女。一方で事件当日現場にいたのはまた別の人間だったんです。暗闇の中の銃口。2017年11月13日、アメリカ・カリフォルニア州。一人の女の判決言い渡しに際して法廷は騒然とした空気に包まれていました。 David, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. 最低26年仮釈放なしの終身刑。読み上げられた判決に衝撃を受け失神してしまったその女性はダイアナ・ラブジョイ。薄れていく意識の中、彼女は約1年前のその出来事を思い返していました。時は遡り、2016年9月1日の夜10時半頃、カリフォルニア州カールスバッドのある家の一室で携帯の着信音が鳴り響きました。47歳の男性グレッグ・マルビヒルが画面を覗くと、そこには非通知の文字が。怪げに思いながらもグレッグが携帯を耳に当てると、電話の主はこう名乗ったんです。俺はある人に雇われた私立探偵だ。お前が不利になる情報を持っている。そう言うと男はとある資料を自宅付近のソレダット通りの電柱に貼り付けたことを話し、そこへグレッグを呼び出したんです。そして電話が切れるとグレッグはため息混じりに言いました。怪しいが様子を見に行くしかないか。彼にはその電話について思い当たる節が。当時グレッグはとある事情から裁判になっており、探偵が話した不利な情報とはその件に関するものに思えたんです。
一人で行くことに不安を覚えたグレッグは電話で同僚にあらましを話し同行を依頼。二人はライトで夜道を照らしながら護身用の野球バットを持ち指定されたソレダット通りへ向かいました。しかし特に何もないな。いたずらか？探偵が指定した場所に変わった様子はなく、しばらく辺りを見回した後、グレッグは同僚と帰ろうかと話し始めていたんです。その時でした。おいグレッグ、あいつ。グレッグと同僚が立っていた場所のすぐ近くでかすかに揺れた茂み。グレッグが振り返るとそこでは迷彩服の男がライフルの銃口を向けていました。何よ、迷彩服の男ってその法廷で失神したダイアナと関係のあるやつなの？そうなんです、ただね、その関係性を知る前に狙われたグレッグとダイアナの関係性を先に知る必要があるんです。彼らは最初は幸せだったはずの夫婦なんです。相入れない2人。2007年、グレッグは2歳年下の女性ダイアナ・ラブジョイと結婚しました。君となら刺激的な毎日が送れそうだ、そう言ってダイアナに笑いかけたグレッグ。2人はこの時から2年前にマッチングアプリを通じて知り合いました。もともとトライアスロン選手だったダイアナはアウトドアを好む健康的な女性。自身の経験を生かしてパーソナルトレーナーをしているほか、技術系の専門ライターとして文章の執筆をしたりと非常に多彩な人物でした。さらに最近は YouTube で料理配信なども。活動的な彼女との結婚生活はきっと楽しいものになる。グレッグはこの時本気でそう信じていたんです。何か問題が起こるわけね。でも確かに一緒に暮らしてみないとわからないことだらけよね。そうなんです、これね、グレッグとダイアナっていうのは性格の不一致とかではなく、ある種運が悪かったんです。一体どういうことなのか。グレッグと妻ダイアナの結婚生活で2人の一番の障害となったのは子供のことでした。ダイアナはグレッグと結婚してから8回の流産を経験。年齢も40代に差し掛かり、2人はもはや子供を諦めかけていたんです。しかし2012年、ダイアナが41歳の頃、念願の息子を出産。夫婦の間に再び光が差した瞬間でした。ただ幸せに満ちたその時間は長くは続かなかったんです。息子が生まれて間もなく夫のグレッグが失業。家計を支えなければならないプレッシャーに駆られたダイアナは慢性疲労や全身に痛みやこわばりを感じる繊維筋痛症を患っていると訴えるように。彼女が本当にそれらの症状を患っていたかは定かではありませんが、精神的に追い詰められていたことは確か。思い詰めたダイアナはなぜか息子にも同じ病気が遺伝していると言い始めるんです。君はちょっと考えすぎだ、この子に変なところはないよ。ダイアナから相談を受けるたびそう言って受け流していた夫のグレッグ。次第に2人は意見が合わなくなり、ダイアナは夫を疎ましく思うように。そしていつからかダイアナは周囲にこんな噂を流し始めるんです。私夫から性的暴行を受けてるの。しまいには息子も同様に性的暴行を受けていると言い始めたダイアナ。夫グレッグには全く身に覚えがなく、2人の関係はみるみる険悪に。こうして2014年、ついに2人は別居。離婚交渉ではダイアナの性的暴行の訴えもあり、息子の親権は一度彼女の方に渡ったんです。いや、ちょっとさすがに性的暴行がどうのこうのって言い出したらまずいんじゃないの？しかもそれダイアナの出任せっぽいしね。そうなんです。その出任せっぽいね、ダイアナの言い分が離婚裁判に波乱を起こすんです。不満の矛先。ダイアナが息子の親権を得てから数週間後、裁判に出廷した彼女は裁判所からの提案に目を丸くしていました。どうして共同親権になるのよ。そう、再度の審理の結果、夫グレッグの性的暴行が証拠不十分とされ、親権は50対50で共有すべきだと断定されたんです。共同親権って結構日本でも最近話題になってるわよね。そうですね。この先ね、日本でも離婚した夫婦が共同で親権を持てる可能性があるとされてますよね。そしてアメリカではどちらか一方がね、親権を持つんではなくて共同で親権を持つっていうのが一般的なんです。というわけで本日のメトラキーワード、日本とアメリカの親権について。日本では片方の親が親権を持つ単独親権が主流ですが、アメリカは子供がいる場合、基本的に共同親権が採用されます。共同親権は離婚後も両方の親が養育費の支払いや子育ての責任を負う仕組み。日本でも2026年5月までに共同親権導入の改正案が施行される予定なんです。共同親権のメリットは、どちらか片方の親に養育の負担が偏らず、子供が両親のどちらとも会いやすいこと。
しかしダイアナにとってその条件は全くもってメリットにはなり得なかったんです。共同親権になったことでグレッグとダイアナは養育費も半分ずつ負担する取り決めに。実はダイアナはこのことに大きな不満を抱えていました。彼女は性的暴行の訴えによって養育費を全て夫のグレッグに負担させようと考えていたんです。いやこれダイアナはきっとさ、夫のグレッグにムカついてめちゃくちゃなこと言ってるだけなんじゃないの？ほんとそう思いますよね。離婚前のね体調不良っていうのもあって、被害妄想っていうのが強くなってた可能性も否定できないんです。そしてこの後最初に出てきた迷彩服の男が関わってくるんです。ダイアナは親権争いや夫とのトラブルに対する不安もあり、ある時から自宅近くの射撃場へ通うように。そこで彼女に射撃を教えていたのが元軍人のウェルドン・マクデイビッド。当然のごとく人一倍射撃の経験がある人物でした。また射撃を教わるだけではなく、ダイアナはウェルドンに離婚裁判の悩みも打ち明けていました。あの人散々私と息子にひどいことしたのよ。本当に辛い結婚生活だった。元軍人のウェルドンはダイアナが夫に因縁をつけているだけだとは気づきもせず、彼女の話を親身になって聞きました。そうするうちに2人は恋仲になり、ウェルドンは本気でダイアナの力になりたいと考えるように。そして2016年9月1日、ダイアナとウェルドンはその日も射撃場を訪れていた。銃弾を放つダイアナをじっと見ていたウェルドンは彼女が銃を下ろすと同時に心配そうにこう言う。何かあったのか？ウェルドンは気づいていた。ダイアナがいつになく険しい表情で引き金を引いていることに。そして理由を尋ねられたダイアナは声を荒げてまくし立てた。親権のことよ。養育費は全額夫の負担になると思ってたのに共同親権になるって言われたの。私と息子にあれだけひどいことしておいて絶対許せない。なんだって？以前から夫グレッグの愚痴を聞かされていたウェルドンはダイアナの話に激しく憤った。本当に卑怯な野郎だ。ダイアナを信じきっているウェルドンは憎しみをあらわに奥歯を噛みしめる。そんな彼の様子を前にダイアナは神妙な顔つきで言った。あなたにしか頼めないことがあるの。お願い。夫を殺して。ダイアナは報酬として2000ドルをウェルドンに支払うことを約束し、夫グレッグの殺害を依頼。意中の相手に頼られたウェルドンはその依頼を快諾し、ヒーロー気取りで殺害計画を立て始めるんです。いやちょっとこれ元軍人なんか狙われちゃったらもうグレッグは絶対絶命じゃないのよ。こうしてウェルドンは夫グレッグの自宅付近で彼を待ち伏せするんです。想定外の滞在。迎えた2016年9月1日の夜、探偵を名乗る男から電話を受けたグレッグは不審に思いながらも指定場所へ。皆さんもお気づきのように、それは元軍人ウェルドンからの電話。そしてソレダット通りの茂みに潜んでいたウェルドンはグレッグが自分の存在に気がつくか否かのタイミングでその引き金を引きました。銃声は数回響き、その一発がグレッグの脇の下に命中。グレッグ大丈夫か？同行していた同僚は血を流すグレッグを支えながらウェルドンの魔の手から逃れるべく車へ駆け込みました。逃走した彼らはすぐに警察へ通報。その後グレッグは病院へ運ばれ緊急手術を受けることに。結果元軍人に狙われていながら銃弾は急所を外れており、迅速に手術が行われたことで彼は事なきを得たんです。事件から約1週間が経ち、警察は現場付近に落ちていたタオルの下から人間の糞便を発見。その糞便からは確かに元軍人ウェルドンの DNA が検出されました。またウェルドンは身元を特定されないために使い捨ての携帯バーナーフォンでグレッグに電話をかけており、それもまた動かぬ証拠に。監視カメラの調査によって彼が使っていたバーナーフォンはダイアナが1ヶ月ほど前に購入したものだと判明したんです。バーナーフォンのデータを解析すると、事件の夜ダイアナとウェルドンは2人とも現場の近くにいたことも分かりました。ウェルドンの自宅からはグレッグが撃たれた際の銃弾と一致する銃も発見されており、言い逃れは絶対に不可能な状況となったんです。こう言っちゃあれだけど、現場に落ちた糞便から身元特定されるってちょっと間抜けよね。逆に言うとそれだけ長時間潜伏してたってことではあるんで、確かに軍人っぽいって言えば軍人っぽいですけどね、裁判においてダイアナとウェルドンはいずれも無罪を主張。ダイアナは涙を流し次のように話します。息子から父親を奪うなんてそんなひどいことはできません。さらにこの後に及んで自分は夫の性的暴行から逃げただけだとも。またウェルドンは自分の射撃の腕前を弁護の材料にしようとしました。グレッグを
撃つつもりはなかったし、もし俺が本気で狙ったらグレッグは間違いなく死んでいただろう。しかし先ほども説明したように証拠はすでに十分に揃っている状態。親権争いの不満という明確な動機もあり、2人は有罪判決に。事件から約1年後の2017年11月13日、ダイアナは殺人未遂の共謀罪で最低26年仮釈放なしの終身刑に、実行犯のウェルドンは最低50年仮釈放なしの終身刑となりました。判決の直後、ダイアナは目を丸くして弁護士の方を見ます。そして目を見開いたまま船を漕ぐように動き始めた彼女はそのまま失神。急遽法廷から緊急搬送されるんです。夫が亡くなっておらず、自身は手を下していないことを理由に、きっとダイアナはそれほど重い罪に問われはしないと考えていたのでしょう。本人からすれば出来心のつもりでも、そこに悪意が存在すれば往々にしてその報いを受けるものなのかもしれません。あなたには大したことないと考えていたことが大問題につながった経験はありませんか？1984年3月16日、アメリカ・ルイジアナ州のバトンルージュメトロポリタン空港で衝撃的な事件が発生しました。夜9時半、空港のロビーに突如響いた銃声。至近距離から発砲され、その場に倒れ込んだ男はジェフリー・ドゥーセット。児童誘拐の罪で逮捕され、裁判のために護送されてきた男でした。空港にはジェフリーの姿を捉えようと報道陣が詰めかけており、彼はカメラに捉えられるその中で射殺されてしまったんです。ジェフリーを撃った帽子にサングラスの男の正体はレオン・ゲイリー・プラウシュ。11歳の息子を誘拐された上、性的暴行を加えられた彼は復讐のため空港で待ち伏せをしていたんです。ゲイリーはその場で取り押さえられますが、その最中にも警察に向かってこう叫び続けていました。自分の子供が同じことをされたら誰だって俺と同じことをするだろう。彼は殺人罪に問われますが、その行為に一切の後悔はなかったんです。一方でこの事件を知った11歳の息子は犯人の死を悲しみ、父を強く恨みました。11歳の少年をもてあそび、その父親に射殺された男。父親を復讐に駆り立てたその卑劣な犯行の全貌とは。一方で男に誘拐されたその少年は自分が犯罪被害者だと気づいていなかったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。